にちは、りさです。今回は在宅ワークをしていて、本当に買ってよかったと思うアイテムを紹介します。普段私は SNS を使った在宅ワークをしているんですけど、朝から晩までずっとここのデスクでお仕事をしているので、環境づくりにはめちゃくちゃこだわっています。在宅ワークを始めてもうすぐ3年が経とうとしていて、実際に使ってみてこれがあってよかったって思ったものを厳選して紹介します。在宅ワークを今始めたばかりの方とか、これからやりたいなって思ってる方の参考になれば嬉しいです。まず1つ目はこのカメラです。縦画面も横画面も撮れるカメラになっていて、こうやって画面を横にするとすぐに電源が入ります。このスタンドも売ってるので、こうやってスタンドつければこのように三脚として簡単に撮影ができます。ここのグリップでカメラの向きも簡単に調整できます。今この状態だとカメラがこの外側を向いているんですけど、ワンタップで内側にすることも可能です。画面を縦にすれば縦画面も撮れるので、ショート動画も撮りたいし横動画も撮りたいという方におすすめのカメラです。このカメラのメリットとしては、画質も普通に安定して綺麗に撮影ができるっていうことと、見ての通りすごく小さいサイズになっているので、家の中に置いてても邪魔にならないですし、収納場所にも困らなくて、持ち運びにも便利なサイズになっています。そして先ほどお見せした通り、横画面も撮れるし、縦画面も撮れる。そしてカメラの向きも内側にすることができる。こういった点ですごく便利なカメラになっていると思います。デメリットとしては、やっぱりカメラなので値段が高いっていうことですね。カメラに詳しい人からすると、上には上があるので、これはお安い方だっていう方もたくさんいるんですけど、初心者だったり、私みたいに特にカメラの知識があるわけじゃない人からすると、やっぱりちょっとお高いっていうのはあります。私が買ったのはこのカメラ本体といろいろ付属品がついてるクリエイターコンボだったと思うんですけど、10万円ぐらいでした。今これiPhone16 で今このカメラは撮ってるんですけど、iPhone ももちろんすごくいいカメラがついてると思うので、無理に買う必要はないと思います。じゃあなぜ私がわざわざ約10万円かけてこのカメラを買ったかっていうと、 iPhone は SNS を見たり連絡を取ったり、そういう別の用途で使いたいなって思ってて、撮影をしながら、その合間でちょっと連絡取ったり、いろいろ確認したいことがあったり、調べ物したかったりとか、そういうことがあるので、私はカメラはカメラとして別にあった方が作業効率がいいというか、仕事の効率がいいなと感じました。これは本当に好みの問題ですし、大手 YouTuber さんとかでもスマホで撮ってるよっていう方はたくさんいらっしゃるので、これは必ずしも必要ではないですけども、私にとってはあってよかったなと思うアイテムの一つです。それとあと iPhone 使って撮影をしてると、こっちの電源がどんどん少なくなっていっちゃって、休憩の時とかちょっとスマホ使いたいなっていう時にもう電源が切れてるっていうこともあったりするので、そういう点も踏まえてやっぱりカメラはカメラ、スマホはスマホであった方が便利だなとは感じました。なぜこのカメラを選んだか、なぜ DJI Osmo Pocket 3を選んだかっていうのは、カメラの知識が全くなくて、とりあえず動画用にカメラが欲しいけど、でも何を買えばいいかわからないなって思ってて、その時に好きな YouTuber さんがこのカメラを使ってるっていう紹介をしてて、それでじゃあ同じの買おうかなと思ってこれにしました。もう一個候補としてこのソニーのこのカメラも気になったんですけど、ちょっと大きいなって思って、私はコンパクトに収納できて簡単に持ち運べる方がいいなと思ったので、DJI Osmo Pocket 3を選びました。続いてが写真撮影用のカメラです。
インスタでよく使っている方がいるのでご存知の方も多いと思うんですけど、リコーの GR3X です。YouTube だけやってる方だったら、そんなに必要ないかもしれないんですけど、これに関しても、好みになるので、スマホでも今綺麗に撮れるのでいらないって思う方もいると思うんですけど、インスタで購入品紹介をする方とか、楽天ルームやってる方とか、綺麗な写真である方がフォロワーさんが増えやすいアカウントの方には、これはすごくおすすめです。これに関しても私は写真とかそのカメラの知識が何もないんですけど、押したらすぐにいい感じの写真が撮れるっていう感じで、いくつかフィルターが入ってるので、初心者さんでもいい感じの写真が撮れるっていうのと、私は基本的にはそのフィルターなしでスタンダードっていうので撮ってるんですけど、こんな感じでいくつかフィルターが入ってるんですけど、私はこのスタンダードで撮って、それから自分でリタッチするのが好きです。最近の私のインスタの写真は結構このカメラで撮ったものが多くて、楽天ルームとインスタの画像投稿とリールの表紙とか、その辺はこのカメラで撮っているので、どんな風に撮れているか気になる方はぜひインスタの方もチェックしてみてください。でこれも結構コンパクトなサイズ感になっているので、カバンに入れてもそんなに邪魔にならなかったり、保管場所にも困らなかったりして、楽天で見つけたこの可愛いケースにいつも入れています。結構しっかりしてるので、これ使ってる方多いみたいです。で、デメリットはやっぱりさっきの動画用に使ってるカメラと同じで、やっぱ高い。とにかく値段が高いっていうことにはなります。でも私は値段が高くてもこれは本当に買ってよかったなと思ってて、写真写りが本当に違いますね。綺麗に写ります。多分手に入りにくいみたいで、公式サイトでも抽選だったり、おそらく店舗でも売ってないのかな。で、私はじゃあどこで買ったのかっていうと、楽天の電気屋さんみたいなところで買ったんですけど、それもプレネがついてて結構お高めではありましたけど、でもこれは本当に買ってよかったです。インスタとか楽天ルームやってる方はぜひ検討してみてください。インスタでこれ使って投稿してる方いると、もうすぐわかるんですよね。GR3X 使ってるなっていう。暮らしアカウントとかでよく見るんですけど、もう全然 iPhone とスマホと写りが違うので、本気で SNS やって、特に写真に力を入れたいっていう方はおすすめのカメラになっています。続いてはこちら。MacBook Air です。これも購入するまでにすごく悩んで、iPhone があって iPad があって、わざわざパソコンはいらないんじゃないかとは最初思ったんですけど、やっぱりスマホはスマホ、iPad は iPad で、それぞれ MacBook の役割は果たしてくれないので、私がこれあってよかったなって思うのは、画像の作成とか動画編集の動きが早いっていうこと。あと iPhone とか iPad 使ってる方は AirDrop で簡単に画像とか動画の移行ができるので、もともと Windows を使ってたんですけど、ちょっとその時はいろいろ面倒だったり、iPhone、iPad で見ると大体同じ色味なんですけど、Windows で見るとちょっと色味が違うとかがあって、そういった点でも編集がしづらいなって思うことがあったんですけど、今はもう仕事関係はできるだけほぼ MacBook でやっていて、この横に iPad をいつも置いてて、これで調べ物したり時計を置いたりして一緒にこう並べて作業をすることが多いです。これ人それぞれなんですけど、高いものを買ったからよしこれで頑張ろうって思える方もいるので、その生活費がギリギリの中で削ってまで買う必要はないですけど、在宅ワークを始めるときにこの MacBook を買ってよしこれで頑張るぞって絶対成果を出すんだとか、そういう風に考えるのもありかなと思います。iPad を使ってなくて iPhone を使ってない方は別に MacBook じゃなくてもいいと思うんですけど、MacBook、iPad、iPhone
っていうこの組み合わせは作業効率が良くなるなと感じています。続いてはこのモニターです。モニターは最近導入したもので案件としていただいたものなんですけど、本当は案件としていただかなくてもいつかモニターは買おうって決めてたんですけど、そんな時にちょうどお声掛けいただいてこのモニターをプレゼントしていただきました。これは27インチのモニターになります。横に置いてるこの MacBook が15インチです。iPad Air 第5世代が11インチぐらいです。並べてみるとこのぐらいのサイズ感になります。モニターがあってよかったなって思うことは、キャンバで画像編集するときとか動画編集をするとき、そういうときに画面が大きいとやっぱり見やすくて、 iPad とか MacBook で作業してるときはつい画面がちっちゃいと前かがみになっちゃったりして猫背で作業しがちだったんですけど、このモニターが来てからは前かがみにならなくてもすごく見えやすいので作業がしやすくなりました。ちなみにこの壁紙は AI で作りました。ピンクの花とかフルーツとかコーヒーとかそういった単語を入れて、あと春らしく可愛い感じでっていうのでお願いしたらこういう感じにできました。続いてはこの私のお仕事には欠かせない一番大事な iPad になります。少し前の動画でも紹介したんですけど、花柄のシールを貼ってて、これめちゃくちゃ可愛くないですか？ iPad はちょっと今一言では説明できないぐらいにもう本当にすごく活躍してくれてて、プライベートでも使えますし仕事でも使えますし、特に何で一番使ってるかっていうとノート、イラスト、あとリールの編集は iPad でやってます。 YouTube みたいな横動画は MacBook の方で、モニターつないでやってるんですけど、リールみたいな短い時間の動画は iPad でやっています。私は在宅ワークフリーランスとして iPad のノートアプリで使えるテンプレートっていうのを売っていて、これ最近私がサンプルとして作成したもので、いろんなテンプレートを売ってるんですけど、例えば、これだとプランナー、手帳ですねであったり、あとは家計簿とか献立ノートとかトラベルノートとか、そういったノートのテンプレートを PDF として販売しています。ちなみにこれ2025年の4月のデジタルプランナーとデジタル家計簿はショップの方で0円で配信していますので、気になる方はダウンロードしてみてください。2025年4月分は完全無料です。あとはさっきお見せしたこういった時計とか課金しているアプリになるんですけど、これMD クロックって言ってこうやっていろんな時計が使えるアプリになっています。私のお気に入りはプライベートだったらこの木目調の時計が可愛いなと思ってよく使っていて、仕事中はなんかこの学校とか会社みたいなちょっとシンプルなやつで気を引き締めたいなと思ってこういうのを使っています。あとはちょっと絵を描いて売ってたりもするので、イラストアプリで絵を描いたりとか、MacBook を持ってなかった時はもっとこれで何でもNotion とか Canva で画像作成とか全部これでやってたんですけど、iPad はすごく便利なんですけど、限界はあるので、パソコンとかそっちまでは買えないっていう方はこの iPad でも在宅ワークすることは可能です。これで在宅ワークをすれば元は全然取ることができます。デジタルプランナーを売るだけではなくて自分も使ったりとか、イラストも別に売るものではなくて自分でただ趣味として楽しむ場合とか、雑誌を読んだりとか、そういったにも使えるので iPad もすごくおすすめです。Apple Pencil もぜひ一緒に使っていただきたいです。iPad だけでも高いのに Apple Pencil まで買うのはっていう方は純正じゃないものを一旦試してみてもらって、2000円とか3000円ぐらいのものでも当たり外れがあるんですよ。難なく使えるものもあればあっという間に壊れちゃうものもあって、私も今までに何本か自分で買ったものと案件でいただいたものと何本か使ってきたんですけど、初めて買った
純正じゃないペンシルは2ヶ月も持たなかったような気がします。その後案件でいただいたペンシルは普通に使えてて、なので当たり外れがあるかなっていうところではありますね。本気でイラストを描いてそれをお仕事にしたい方は、純正じゃないものは筆圧検知がなかったりするので、できるだけApple Pencil を使うことをおすすめします。次がこの iPad の置いてるスタンドです。これパソコンでも使えるんですけど、こうやって iPad を置くと目線が上がって作業がしやすくて、でこれ角度も倒せるので、イラスト描きたいときはもうちょっとこっちに倒したり、結構すごく硬くて、なんで今やらないんですけど、こうグッと押してこういう高さにするとイラストを描くときにもすごく使いやすくなります。iPad のケースっていうと、だいたいこうやって立てかけられるタイプになっていることが多いと思うので、これでもいいんですけど、もうちょっとね高さがあった方が、目線は上がって肩が凝りにくかったり作業がしやすかったりします。私はこんな感じで、ちょっとパソコンみたいな感じで、ここにキーボードを置いて、でここに iPad を置いて、これでよく動画編集をしています。続いてはキーボードです。キーボードはモニターとか使って作業する方はもちろん必須だと思うんですけど、 iPad を使っている方、キーボードっているのかな、手で入力できるしペンでも入力できるしっていう、思う方もいると思うんですけど、私はキーボードは必須アイテムです。動画編集と画像作成するときに特に必要だなと感じてて、ショートカットキーが使えるんですよね。そういうのを使っていった方が作業効率は良くて、 iPad とか iPhone で人気のブロっていう動画編集のアプリがありますけど、わざわざ iPad に手を伸ばして画面を触ってこうするよりも、こっちでもうカットとかそうやって動画編集していった方が圧倒的に作業効率はいいんじゃないかなと思います。 iPad でこうやって作業をしたい方はBluetooth のタイプのキーボードを選んでください。で結構海外製だと技適マークっていう日本で使ってもいいですよっていう認証が降りてないものが多いので、技適の認証がついてるかっていうのを確認してから買うようにすることをお勧めします。キーボードもいろんなタイプがあって、私は結構こういうカチカチになるこういうメカニカルキーボードっていうのが好きで、これが打ち心地がいいなと思ってて、こういうのを使ってるんですけど、人によってはこれがこの押すのが疲れちゃうとかちょっと面倒だなって思う方もいると思うので、薄いキーボードも売ってて、ロジクールとかが特に人気だと思うんですけど、そういうのを使ってみるといいと思います。続いてはこのデスクです。引き出し付きなので収納ができて、実はこのデスクは2台目のデスクなんですけど、前使ってたデスクは引き出しがなくて物が多い私にはちょっと不便だったんです。昇降デスクと迷ったんですけど、配線がごちゃごちゃするのが私は好きじゃないなと思って今のこのデスクを選びました。でもじっとしてるのがちょっと苦手だったり、眠気が来た時に立って作業したいなとか、座りっぱなしは腰が痛いなっていう思う方は電動デスクを検討した方がいいかなと思います。あとは椅子ですね。デスクチェア。私最初2、3000円ぐらいの何のこだわりもない椅子を使ってたんですけど、ものすごく腰を痛めた時期がありました。今使ってるこの椅子は夫からもらったやつで、私が自分でお店で選んだものじゃないんですけど、ここがメッシュ素材になってて、こう全部ですね。これがすごく柔らかくて座り心地がいいっていうのと、あと夏もこの熱がこもりにくいので仕事に集中できると思います。最近はこのブラックピンクのライブの時に VIP シートでもらったこのクッションを置いています。そして私の在宅ワークの管理に欠かせない手帳です。手帳がないといつ何をしていいかもうわからなくなって頭の整理がうまくできなくて、
本当に手帳には助けられてるという感じです。私が使っているのはほぼ日手帳ウィークス、ウィークリー手帳になります。細長いタイプでコンパクトで使いやすい手帳になっています。仕事のことなので見せられる部分がないのでぼかしを入れるんですけど、こんな感じでシールを貼ったりして手帳を楽しむっていうのも一緒にやっています。左のページがウィークリーの欄になっていて、右のページがフリーページになっていて、左の方にその日のタスク、やるべきことを書いて、で右のページにアイデアとか反省とか、1週間のうちでいつやるかわからないけどいつかやるべきこととかいうのを書いています。ペンはこのコロコロした感じが可愛いユニボール 1P を使っています。在宅ワークで買ってよかったものっていうのを紹介しました。私の場合は SNS を仕事にしてるんですけど、そういった同じような方、これから SNS を使って在宅ワークをしたいな、インスタで稼ぎたいなとか、そういった方の参考になればいいなと思っています。今回紹介したものが全て確実に必要なものだっていうわけではなくて、人によっては MacBook いらないとか、紙の手帳もいらないっていう方も、スマホで管理すればいいっていう人もいると思うので、それは自分に合った方法を探してもらって、インスタをメインにお仕事にしたいのであれば、iPad は結構おすすめです。私はiPad の情報をよく発信してるんですけど、そうじゃない方でも、暮らし系だったり、美容系だったり、そういう他のジャンルの方でも、多分多くの方がキャンバで画像作成されてると思うんですけど、やっぱ画面が大きい方が画像編集は圧倒的にしやすいので、そしてプライベートでも使えて、うまくいけば、iPad があるから稼げたってなると、iPad 代っていうのも気にならなくなるかなと思います。一番大事なことは自分がいい環境だって思うことだと思うので、今日の動画を軽く参考にしながら自分にとってのいい環境っていうのを探してみてください。いい環境を作ると仕事ももっとはかどって仕事自体ももっと楽しくなると思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。